員揃いました。ご苦労様。早速だけどあれを見てちょうだい。あれはなんだ、あんな天体今までなかったぞ。あれは白き月。間違いありません。あの形、あの大きさ、トランスバールの白き月です。だけど確かその白き月ってのはエデンで消えたって言ってたじゃんか。そうですわ。それがどうして突然こんなところに。本当に白き月とやらなのか、たまたま似ているだけではないのか。いいえ、データベースとも完全に一致。白き月そのものに間違いないわ。じゃあどうやってここまで来たのだ。カーチューさ。はい。これは参考尺の船が逃げ込んだ謎の穴と同じものと思われます。白き月はこの穴の中から先ほど突然出現したのです。突然消えたものが突然現れた。まさかこの穴の先はエデンとつながってる。今のところそう考えるしかないわね。しかしエデンからここまでの移動はアブソリュートを介さない限り不可能なはず。理論的にありえません。でもそれは私たちの理論よ。今回敵は私たちの知らないテクノロジーを持っている。にわかには信じられないけど、エデンにあった星がノイエに移動してきた。これは事実として認識するしかないわ。そんなバカな。艦長、ソルダム陛下から緊急通信です。すぐにつないで。ナッツミルク殿、そちらでも確認されたことだろうが。はい、あれはエデンから消えたという白き月に間違いありません。世も国民も未だ我が目を疑っておるが、やはりそうであったか。早速 UPW とセルダール合同の調査団を派遣しよう。情報は逐次機関にも転送する。ありがとうございます。こちらも移動の準備をしておきます。よろしく頼む。調査団からの第一報が入ったら私たちも動くわよ。白き月に行くのだ。ええ、早ければ明日にもね。今回の敵につながる手がかりが中で得られるかもしれない。みんないつでも出られるようにしておいて。了解。エデンにあった白き月が急にノイエに現れる。そんなこと本当にありえるんだろうか。今回敵は私たちの知らないテクノロジーを持っている。にわかには信じられないけど、エデンにあった星がノイエに移動してきた。これは事実として認識するしかないわ。そうだとしたらそんな連中相手に勝ち目なんかないじゃないか。あくび？そういや実はもう結構遅い時間だったな。やれやれ、こんな状況でも眠くなる僕って一体。格納庫から音が。この時間帯は整備班もいないはずだけど。あれはロゼル？カズヤ。こんな時間まで整備を？ああ、少し調整の余地が見つかったから。そっか。ロゼル、あのさ。なんだい？この前リリーさんが危うく除隊させられそうになった時、ロゼルも随分協力してくれたよね。そんなことはない。僕は大したことはしてないよ。でもブリーフィングルームを使うのにカーチューさんを説得したり、いつものロゼルならあまり協力しないような、そんな気がしたんだ。それで？いや、だから何って言うんじゃないけど、ちょっと気になって。それは君たちのことをそれだけ大切に思ってるってことさ。僕やリリーさんを？ああ、
養成機関の候補生はみんな枠を奪い合うライバルでしかなかった。友達なんかいらない。テクニックと知識を吸収さえすればそれでいいんだと、そう信じてたからね。だけどルクシオールに配属されて僕はまるで違う世界を見た。ビアンカを失ってからただ機械のようになろうとしてきた僕は仲間と力を合わせることの意味を知った。人の心のつながりが生み出す力を学んだんだ。絆とか愛とか。前はちょっとバカにしてたんだけど、特に君とリリーにはいろいろと教えられた気がする。だから和也、君は素晴らしい隊長だと思うよ。ロゼル、本気で言っているの？もちろん僕はおべんちゃらなんか言わないよ。だから君も僕のことを友達と思ってくれてるならとても嬉しい。そりゃもちろんそう思ってるさ。ありがとう。この戦いが決着してもしも長い休暇を取れることがあれば、和也、君とエンジェル隊のみんなを僕の故郷に招待したい。ビアンカが眠る場所で君たちを紹介したいんだ。僕にも仲間ができたよって。喜んで。きっとだよロゼル。ありがとう和也。さて僕はもう少し整備を進めてから休みよ。いよいよ事態も動き出しそうだからね。わかった。無理しないでね。ああ、わかってる。いつ招集がかかってもいいようにはしておくよ。それじゃあ。リリーさんか。和也、君が羨ましいよ。調査団からの報告はすぐに来た。やはりあれは白き月に間違いなく、中にいた巫女たちも皆生存。そしてなぜか多数のアライアンス兵までも発見され収監されたという。僕たちはすぐに白き月へと向かった。我が軍の兵がおったとな。それはまことなのか？報告によると数百人単位のアライアンス兵が見つかったらしい。全員セルダールで事情聴取を受けています。どうやら皆参考釈の船に乗っていた兵士たちのようです。なんと。それでジュニエブルは見つからなんだか？ええ、カルバドゥスもベネディクタインもその3人だけは見つからなかったそうよ。そうか。ここが白き月。あれ、リコは入ったことはないの？はい。お姉ちゃんからお話を聞くばかりで、実際に入るのは初めてです。間違いないわ。この柱、この作り。そう、疑いようもなくここは白き月よ。ノアさん。ノア代表、 UPW からの調査団ってノア代表が率いてらっしゃったんですか？ええ、ことがことだけに下っ端を派遣している場合じゃないってことになったの。でも驚いたわ。本当にエデンの物体がゲートも返さずにノイエに移動してくるなんて。本当に本物なんだよな。敵の作った偽物とかじゃなくてよ。さっきからそう言ってるじゃない。やっぱり猿は人の言葉がわからないのね。なんだと？それに向こうに紛れもなくそれを証明する人物がいるわ。まさかシャトヤン様。あなたはココですか？はい、ココです。シャトヤン様。まあ凛々しくなりましたね。見違えましたよ。お久しぶりです。ということはあちらにいらっしゃる方々が。はい、ムーンエンジェル隊の後継者ルーンエンジェル隊です。そうですか。
ご紹介いたします。それじゃあ和也くんから。はい、ルーンエンゼル隊所属隊長の和也白波です。アプリコット桜庭です。シャトヤン様、ご無事で何よりです。リリーシー・シャーベット、お初にお目にかかります。ナノナノプリング、ナノナノナノだ。カルーア・マジョラムと申します。アニサ・ジードラ、よろしくな。ロゼル・マティウス少尉です。お目にかかれて光栄に存じます。アームズ・アライアンスが公女、夏目いざよいじゃ。訳あって同行しておる。夏目と呼ぶがよい。皆さん、はじめまして。白き月のシャトヤーンです。ちょっとのんきに挨拶なんかしてる場合じゃないわ。事態は思ったより深刻よ。特にルクシオールの連中にとってはね。僕たちにとって？それは一体どういうことでしょうか。シャトヤン。はい。それではこの身に起きたことを皆さんにお話ししましょう。それは突然のことでした。白き月のそばに現れた時空の揺らぎは瞬く間に膨張し、巨大な穴となり、吸い込むように白き月を飲み込んでしまったのです。そして私たちがたどり着いた場所は星が一切存在せず、ガス雲のようなものが渦巻く不思議な空間でした。皆どうすることもできず途方に暮れ始めた頃、突如目の前に光り輝く死者が現れたのです。光り輝く死者？はい。背中に見事な翼を持ち、まるで天使のような姿をしていました。名はパルフェ。ウィルという組織の一員なのだそうです。ウィルのパルフェ。彼はまず時空を超える穴を開けたのは自分であるとし、白き月をその特殊な空間に引き込んだのはデモンストレーションの一環だと説明しました。でもなんだって？デモンストレーション、宣伝みたいなものですね。一体何の宣伝だよ。それを今から説明いただくのだ。黙って聞いていろ。へえ。私たちが連れて行かれた空間、そこは無限回廊というそうです。無限回廊？はい。パルフェはこう続けました。無限回廊を利用することで全ては等しくつながる、すなわちアブソリュートを介することなく直接目的の宇宙に飛ぶことができると、その技術を行使できることを白き月によって知らしめたのです。私たちはただパルフェの言うことに従うほかなく、しばらくの間そこに滞在していました。ところがある時、急に解放すると言われ、通常空間につながる出口へと誘導されたのです。それで出てきた先がセルダールの衛星軌道上だったってわけ。そのパルフェという人物、独自の時空シフトができることを誇示してどうするつもりなのかしら。そんなの決まっておる。圧倒的な技術を見せつけ幸福を迫る気であろう。そうなのかな。そのことなのですが、実はパルフェから伝言が。伝言？はい。ルクシオールに伝えるようにと。名指しってことは私たちを認識しているということ。シャトヤーン様、それはどのような内容なのですか？それはシャトヤーン、言いにくいなら私が言ってあげるわ。白き月が出てきた無限回廊への入り口、まだこのすぐ後ろに残ったままでしょ。2日以内に葉の中にルクシオールを飛び込ませること、これが伝言よ。しかもルクシオールにはルーンエンジェル隊全員が乗っていること、
その他の船の随行は一切認めない。従わない場合は1日ごとに1つの星を無限回廊に引きずり込むと脅してきたわ。そんな。飛び込んだら何をするのだ？わかりません。とにかくそう伝えるようにと。そういえば今回の事件、最初から敵はやけにルクシオールにこだわっていた。そうだね。参考釈もどういうわけかルクシュオールを落とすのに躍起になっていたし。最初から敵のターゲットは私たちだったってことですか？どうかしら。単に潰しておきたいだけなら他にもやりようはあると思うけど、とにかく相手は想像を超えた技術の持ち主。おそらくヘデン人でもノイエ人でもないわ。その技術の前に今私たちは圧倒的に不利な状況に立たされているわけ。人質は1日1個の星、身代金はルクシュオールとエンジェル隊。なんということだ。わらわたちが身代金じゃと。私たちが皆さん。行きましょう。和也。みんなごめん。これは僕だけの覚悟で済む問題じゃない。でもルクシオールが行かないと星が消されてしまうなら、僕はとにかく無限回廊に飛び込んでその先で何とかするしかないと思う。和也くん。多分それしかないでしょうね。 UPW の議会にかけるまでもなく結論は出ているわ。星が次々消えていくのとルクシオール一隻の犠牲とを比べたらその重さの違いは明らか。要人たちもそう結論づけるはずよ。はい。和也、お前の言う通りだ。私も行こう。リリーさん。私も行きます。ナノだって行くのだ。怖くなんかないのだ。私怖くないと言えば嘘になりますが、でも空から星が消えていってしまうのはもっと恐ろしいことですわ。その無限回廊とかいうとこめったに行ける場所じゃねえんだろ。すんげえお宝が眠ってるかもしれねえ。決まりだぜ。すでにここまで来たらもろともじゃ。とことんついていってやろうではないか。みんなありがとう。ロゼル。いいさ。今までの相手はちょっと物足らないと思っていたくらいだ。超先進技術を持った敵を相手に僕の操縦技術がどこまで通用するか試してみようじゃないか。ありがとう。みんな本当に覚悟はいいのね。生きて戻れないかもしれないわよ。いいえ、生きて戻るんです。そうだったわね。シャトヤン様、ノアさん、聞いての通りです。一度すでに覚悟は決まりました。ここ皆さん。あんたたちも相当なバカね。ムーンエンジェル隊の連中といい勝負だわ。ま、そのバカさ具合に敬意を表して今回は私も仲間になってあげようかしら。ノア代表。あなたもついてくるというのですか？無限回廊ですって。面白いじゃない。どんなところなのかこの目で拝んであげるわ。ノアさん、これはとても危険なミッションです。しかもあなたは UPW の代表である身。私たちと行動を共にする必然性があるのかしら。 UPW 代表ね。そんな肩書きいつの間にか勝手にぶら下がっていたものよ。私はノア、黒き月のテクノロジーを管理する者。その黒き月はもうないけど管理者としてのプライドは残っているわ。だからこそ気に入らないのよ。パルフェだかウィルだか知らないけどこれ見よがしに未知の技術を見せつけられてこのまま黙ってなんかいられないの。ノア、それでもあなたの無事を心から祈っている人間がいること忘れないでください。
シャトヤン、心配しなくても大丈夫。ちゃんと帰ってくるわよ。では私たちはこのことを UPW に報告します。みんな、私はこれからセルダールや UPW と連絡を取り合ってその決定に従います。でもそれは形式的な話。和也くんの言った通り、私たちに選択肢はないわ。一同覚悟は決まっておる。安心して準備に励むがよい。ありがとう。それじゃあしばらくの間自由時間とするわ。解散。パルフェの示した期限まで時間がないわ。短い時間でできるだけの準備を整えておかなくちゃ。これは忙しくなりそうね。和也くん。はい。突入前にエンジェル隊の心のケアよろしく頼むわ。はい、わかりました。それじゃあ僕は館内をみんなの様子を見て回ることにします。ええ、お願いするわ隊長さん。はい、館長。失礼します。あれ、ココさんはいないのか。白波少尉、今我々は無限回廊への突入準備で忙しい。君は他のエンジェルの面倒を見ていなさい。あ、はい、すいません。ねえタピオ、あんたはバルファスクにおいてもそれなりに高い地位にいたそうね。なのに無限回廊の存在を知らなかったなんて本当かしら。はい、ノア代表、我々バルファスクが知っていたのはクロノゲート及びアブソリュートの存在まで。無限回廊などという名前は今回初めて耳にします。あんたたちでも知らない領域、つまりクロノクエイク以前の歴史まで含めたとしても、これから行くところは前人未到の地というわけね。そういうことになるのですか。当然じゃない。バルファスク、かつてアブソリュートにいた者たち。その末裔ですら存在を知らないのなら、私たちにとって未知の領域と考えて間違いない。違うかしら、タピオカ中佐。なぜご存知なのですか。我々の祖先がアブソリュートにいたということを。つい先日ジュノーのライブラリでそれらしい記述を見つけたの。眉唾かと思ってたんだけど、今のあんたの反応で確信したわ。そう、私たちはかつてセントラルグローブに勤務していたオペレーター階級の末裔。オペレーター？バルファスクには機械を操れるという特殊能力があるわ。セントラルグローブはそんなあんたたちの手によって運用されていた。その通りです。我々のこの能力を活用すれば、通常の人間が機械を操作するのに比べ数倍のパフォーマンスを得ることができます。バルファスクはセントラルグローブの運営上欠かせない存在だったのです。欠かせない存在ね。それで調子に乗って反乱を起こしたというわけね。そこまでご存知でしたか。あまり私を甘く見ないでくれる？失礼しました。そう、我々の祖先はアブソリュートの覇権を握るべく管理者に対して戦いを挑みました。戦いはこちらの勝利に終わるはずだったのですが、あと一歩のところであの男に成功を阻まれたのです。あの男？ついこの間あなた方が倒してくれた男ですよ、少尉。僕らが倒した？あ、まさか。そう、当時影の月の管理者であったベレルです。ベレルによってバルファスクはその力を完全に無効化されたのです。無効化？一体どうやって？代表はご承知のことと思いますが、
バルファスクといえど、どんな機械でも操れるというわけではありません。あ、V チップのことですね。おや、知っているのですか？ええ、操れるのはその V チップが組み込まれた機械に限定される。つまり遠隔操作することを前提としたものしか操ることはできない、こんな感じですよね。そうです。しかしセントラルグローブ中のほとんどの機械には V チップが組み込まれていましたから、中枢機関を掌握するにも何の障害もありません。それゆえ自分たちの勝利も疑いないだろう。バルファスクの誰もがそう考えていました。だが我々の知らないところで V チップを一度に全停止させてしまう装置が影の月内部に用意されていたのです。それをベレルが発動させた。ええ、奴は一躍反乱を阻止した功労者となりました。しかし考えてみれば、このような装置が用意されているのはシステムとして当たり前のこと。管理者たちからしてみれば、反乱の危険性は最初から想定の範囲内だったわけです。全く間抜けな昔話ですよ。捕らえられたバルファスクたちはオペレーターの資格を剥奪され、当時流刑地として指定されていたエデンに追放されました。この事実はバルファスクにとっては屈辱の歴史、裏の歴史として、真実はバルファスクでも一部の上層部しか知りません。無論あなた方にお教えするつもりもありませんでした。600年前、あんたたちはクロノクエイクボムを発動させた。それはエデン内での進行を有利にするためだけの戦略ではなく、自分たちを追放したハブソリュートへの復讐でもあったというわけ。それは分かりません。その頃私はまだ生まれておりませんので。いずれにせよ、生還航行が不能になったことでハブソリュートはその存在意義を失った。そして管理者たちは最終的にセントラルグローブを放棄せざるを得なかった。アブソリュートに人がいなくなった原因はそんなところかしら。おそらくなぜベレルだけ残ったのかは我々にも分かりませんが。エデンにとっては迷惑な話ね。犯罪者たちを送り込まれて、そいつらに荒らされて、挙句の果てにクロノクエイク。全く思って大迷惑だわ。そう思わない？和也白波。それは。この話を一般に公表したら世間はさぞ混乱するでしょうね。バルファスクとの共存を掲げている UPW も考えを改めるかもしれないわ。どうかしら、タピオ。ノアさん。タピオ。何でしょう。あんたたちバルファスクの持つ力はかつて私たちに脅威を与えたわ。でもそれならなぜルクシュウォールにバルファスクのためのチップが埋まってるんだと思う？そういえばカーチューサはルクシオールを操縦できる。確かにそれは私も妙だと思っていました。なぜなのですか？それはバルファスクを信じ、その力を奪わずに協力していこうという大バカ者がいるせいよ。その大バカが大勢の反対を押し切ったおかげで、あんたは今中佐としてここにいてルクシオールの操縦もできるというわけ。マイヤーズ召喚。あんたはそのバカに心底信頼されてるの。もしその信頼を裏切るようなことをしたらどうなるかわかる？はい、分かっています。そうならいいわ。さっきの話も一般には公表しないでおいてあげる。ありがとうございます。助かります。感謝なら私よりその大バカに言ってよね。バルファスクとの共存、口で言うほど簡単じゃないって私は思ってるから。そうですね。ノアさん。白波少尉。はい。今の話、艦内の調和を保つためにあなたにも黙っていてほしいのですが、
承知していただけますね。ええ、もちろんです。絶対に言いません。それじゃあ引き続き見回りに行ってきます。ご苦労様です。はあ、驚いた。なんかすんごい秘密を知っちゃったよ。バルファスクってエデンにいた悪い一族くらいにしか思ってなかったけど、やっぱりいろいろと複雑な事情があるんだな。ああ、それにしてもノアさんってやっぱり怖い。あれ、ナノナノがいると思ったんだけど。カズヤ、ん？カズヤ、こっちなのだ。あれ、ナノナノ？なんで隠れてるの？静かにするのだ。カズヤもナノナノと一緒に隠れるのだ。わっ、静かにするのだ。なんで？てやんでうわっ、なんやで班長にコロネさんまた喧嘩してるのか。今日のは特に激しいのだ。部活に出ていくと巻き込まれるのだ。なるほど。よーし、いい度胸だ。そんじゃ反復横跳び100回勝負でどうでいい？老いぼれが無理せんとき、複雑骨折で足腰立たんようになるで。てやんで詰め込め言わず始めるぜ。ほな、よーいドン。あいちちちち。あっちゃー、やっぱりこけよった。大丈夫か班長？医務室行った方がええんちゃう？ナノナノ、ここは。わかったのだ。ナノナノの出番。バカ野郎、余計な心配すんじゃねえ。こんなかすり傷、医務室なんか行かなくたって気力で治せるってもんだ。ほんまに平気な？骨にひびとか入ってたら大変やで。そこまで追いぼれちゃいねえやい。こんなもんつばつけときゃ治るってんだ。ナノナノの嬢ちゃんにあんまり心配かけるわけにはいかねえからな。まあ確かにそれもそうやな。最近戦闘続きでナノちゃんも大変やろうし。またナノマシンが足りなくなって倒れたりしたら俺は死んでも死にきれねえ。せやな、班長やったら丈夫やし、ちょっとやそっとじゃ死んだりせえへんやろ。てやねえ、何言ってやがる。あら、そんだけ元気やったら大丈夫や。ほな仕事に戻ろか。まったく少しは年寄りをいたわれってんだ。おう、やらども、休憩は終わりだ。紋章機バッチリ整備してやろうぜ。よかったね、ナノナノ。班長、大した怪我じゃないみたい。ナノナノ？クズや、ナノナノのみんなに心配かけてるのだ。え？最近医務室に治療に来る人が減ってる気はしてたのだ。それはナノナノがみんなに心配かけてるからなのだ。ああ、前にナノナノが倒れた時、班長たちはずいぶん心配してたからね。でも今はナノマシンもたくさん普及してるし、全然大丈夫なのだ。まあね。でもそうだとしても、一度大きな事故でも起こればナノマシンが足りなくなっちゃう可能性はあるでしょ。それは確かにそうなのだ。だから小さな怪我ならって遠慮しちゃう人がいても、それは無理ないよ。特に班長みたいな性格の人はね。でもどんな小さな怪我でもナノナノは遠慮しないで来てほしいのだ。
どうしたらみんなが心配しなくなるのだ？そうだな。いっそのことナノナノが治療をやめちゃうってのはどう？だったらナノナノが倒れるなんてこともないし、みんな安心して医務室へ行けるよ。それじゃ意味ないのだ。ナノナノはみんなに安心して治療を受けてほしいのだ。確かにそれじゃあ本末転倒か。そうだな。そうなるとナノマシンを使わないで治療できればみんな心配しなくなると思うけど。それは無理なのだ。ナノマシンを使わないとナノマシン治療はできないのだ。だよね。せめて消費を低く抑えることができればいいんだけど。ナノマシンを節約するのだ。分かったのだ。難しいけどちょっと考えてみるのだ。カズヤ、ありがとうなのだ。あ、ナノナノ。言っちゃった。あんまり考えすぎなければいいんだけど。いったアニスどこにいるのかな。あ、いた。やあ、アニス何してるの？ああ、カズヤか。別に何でもねって。ちょっとこれから行く場所のことを考えてたんだ。これからって無限回廊のこと？ああ、まだ行ったことのねえ場所だ。僕も初めてだけどね。っていうか全人類にとって初めてなんじゃない？そうさ。エデン人もノイエ人もまだ誰も足を踏み入れたことのない未知の領域、そこに行くってことでなんかこう体の奥が熱くなってこねえか？そうだな。さすがトレジャーハンターだね。血が騒ぐんでしょ。ああ、そんなとこだ。とはいえ何があるかわからないし、正直なところちょっと不安もあるけどね。そんなこと言ってたらトレジャーハンター家業務まらねえぞ。いや、僕はトレジャーハンターじゃないし。細かいことは気にすんな。それに実際に不安になるのはもっと後になってからでいいじゃんか。今はまだセルダールに契約してるんだしよ。こうやって行く手に待ってるかもしれねえお宝に思いを馳せるってのも悪くねえだろ。うん、そうだね。なんだよ、じっと見つめてんじゃねえよ。ごめんごめん。アニスのことすごくかっこいいと思ってさ。そうやって褒めんなっていつも言ってんだろ。思ったことを言っただけだよ。この先のこと僕は不安に思ってたっていうのに、アニスはいつだって前向きだ。僕も見習わなきゃ。何？どうしたの？それ以上俺を褒めるんじゃねえ。まだ言うんだったらひどい目に遭つからな。覚悟しろよ。そんなに怒らなくてもいいじゃないか。悪いこと言ってるんじゃないんだからさ。うるさい。俺は褒められるのが大の苦手なんだ。暴力はいけないってば。何度言っても聞かないやつは一度根性叩き直してやる。そこに座れ。ああ、もう分かった分かった。僕はまた見回りに戻るから。なんだと？逃げる気か。じゃあねアニス、また後で。こんな野郎、覚えてろよ。やれやれ、照れるにも程があると思うんだけどな。
お宝の予感がアニスを元気にしてくれてるみたいだ。いらっしゃいませ。ジャンクスへようこそ。なんだか目新しい商品がいっぱいあるぞ。はい、セルダールに来てゆっくりと商品の補充をすることができましたから、今はいつになく品揃えが充実してますよ。ほんとだ、どれを買うか迷っちゃうな。でも果物は置いてないですからね、念のため。そりゃそうでしょ。どうしたんですか急に。いえね、先ほどティーラウンジのメルバさんがすごい切迫した形相で入ってきて、イチゴはありませんかなんて言ってくるものですから。イチゴ？ええ、置いてないと申し上げましたら、肩を落として帰っていかれました。イチゴが食べたかったのかな。さあ、まあいいや。とりあえずこのデリシャスバーください。はい、毎度ありがとうございます。イチゴね。なんだろうな一体。いや、ナノ買い物かい？そうなのだ、おやつを買いに来たのだ。ティーラウンジのケーキフェアとかいうのが中止になったらしいな。リコあたりがっかりしてんじゃねえの？さてと、見回りはこのくらいにして休んでおこうかな。いや、やっぱりもう少し館内を回っておこう。リリーさんはといた。いやわ、もうリリーはんたらそない言われたら照れてまうがな。コロネさんも一緒か。いや、二人とも。ガズヤか。おお、カズヤ、どないしたん？いや、別に用事はないんですけど、コロネさんこそどうしたんですか？なんだかずいぶん嬉しそうですよ。そりゃリリーはんが嬉しいことを言ってくれるからやん。カズヤン、彼女やな。へえ、リリーさん、なんて言ったんですか？別に特別なことは言っていない。いつも優れた整備で助かっていると感謝を述べただけだ。整備班の仕事ぶりは本当に素晴らしい。カズヤもそう思うだろ？そうですね。僕にはやろうったってできるもんじゃありません。そらカズヤンは素人、うちはこれでもプロや。そうだな。だがそのプロであるということこそ最も大変なことだろう。何であろうとプロとして生きている者に対し、私は尊敬の念を払うことにしている。いやー、みんなにも聞かせたいわ。きっと泣いて喜ぶで。ならばぜひ皆にも伝えてくれ。はいな、ありがとうな。でもそれを言うたら
リリーハンもカズヤンも一緒や。うちはリリーハンのようなパイロットにはなれへんし、カズヤンのような隊長にもなれんさかい。尊敬しとるで、ほんま。本当ですか？なんか正面切ってそう言われると照れるな。確かに嬉しいものだな。我々もプロの名に恥じぬよう頑張らねばなるまい。はい、頑張りましょう。ほんじゃ、うちももうひと踏ん張りや。抜群のチューニングで驚かせたるさかい、期待しとってや。ああ、頼むぞ。それじゃあ僕も見回りを続けますね。ああ、それこそ和也にしかできない任務だ。良い仕事を頼むぞ。はい、任せてください。このデリシャスバーってお菓子、どれも似たような味に感じるんだけど。全然違うのだ。わからないのだ。そんなにお菓子ばかり食べて大丈夫かい？平気なのだ。ちゃんと普通の食事もたくさん食べてるのだ。すごいな。いつもだったら整備の音がすごいのにずいぶん静かだな。お、和也じゃねえか。班長、なんだかずいぶん静かですね。整備が順調に終わってな。たまにゃこんなこともある。セルダールが解放されて物資の供給が格段に良くなったんや。おう、おかげさまでいろいろと楽になったぜ。整備に感謝ちゃうよ。そうですね。あとは決着をつけるだけです。旦那、あと一息決まっていこうや。せや、バックアップは任しとき。はい、頼りにしてます。よし、回るべきところは回った。突入に備えて僕も体を休めておこう。無限回廊への入り口、目の前に見るとさすがに緊張するな。総員、所定の配置につきました。合図があるまでそのまま待機。はい。艦長、ソルダム陛下からの通信です。了解。スクリーンに回して。ナッツミルク殿、このような事態に巻き込んでしまい本当に申し訳ない。いいえ、もはやこれはノイエのためだけの行軍ではありません。私たちはノイエの争いに巻き込まれたのではなく、自ら UPW として世界を脅迫している人物が何者なのか確かめてくるつもりです。かたじけない。本来ならば何百艦という援軍を共につけるべき場面なのでは。パルフェを私たちに単艦で来るように指定しました。その約束を破ってしまってはそもそも行く意味がありません。ナッツミルク殿、機関は星の消失を食い止めるために自らを捧げるつもりか。いいえ、真相を確かめ、必要であれば戦い、そして勝利して帰還するつもりです。そうか。いや、愚かな質問をした。忘れられよ。いいえ、
お心遣い感謝いたします。ナッツミルク殿、最後にお聞かせすべき情報がある。情報？白き月内で拘束したアライアンス兵たちのことだが、取り調べの結果、やはり3港の船に乗船していた乗組員であることが確認された。彼らの話によると、自分たちだけがパルフェによって白き月に移動させられ、カジェ、ハチェット、パイクの3港は未だ戦艦と共に無限回廊内にいるらしい。そうですか。3人だけがまだ中に。3人で何ができるとも思わぬが、くれぐれも油断されぬよう。わかりました。ありがとうございます。セルダール国民、いやノイエ一同、帰還の無事を心より祈る。エンジェル隊にブーンを。ジュニエブルたちはやはりまだ中にいる。でも3人だけで船が動かせるわけでもないだろうし、一体どうして。艦長、続いて UPW のマイヤーズ長官からも通信です。すぐに繋いでちょうだい。ここ長官、事情は全て聞いたよ。大変なことになったね。わがままが許されるなら同行したい。だけど俺はここで5詰めの軍を編成しなくちゃならないんだ。ドライな言い方だけど、万一君たちに何かあった場合、もしくは敵がこちらに攻めてきた場合、 UPW としては万全の備えをしておかなくちゃならない。ええ、分かってます。本当にすまない。いいえ。せめてものアシストとして UPW からはデュアルクロノブレイクキャノンの使用許可、並びに技術サポーターとしてノアを正式に派遣する。ノア、頼んだよ。正式な派遣ね。どうやって上層部を抑え込んだの？代表自らを派遣するなど正気の沙汰ではない。誰が責任を取るんだ。どうせそういう意見が大勢を占めていたんじゃないかしら。その通りさノア。でもまあなんといっても俺は偉いからさ。あら、権力に物言わせるなんてらしくないんじゃない？ちゃんと説得してる時間もなかったからね。これで君に万が一のことがあったら俺は確実にクビだろうな。あんたのクビなんてどうでもいいわ。ただ私は私のために必ず帰ってくる。ああ、それでいい。よろしく頼むよ。了解。ココ。はい。相手の目的は何なのか、ノイエやエデンに対して何をするつもりなのか、今は何もわからない。でもどんな状況に置かれても君なら最良の判断をしてくれると信じている。ありがとうございます。君はもう立派な指揮官だ。安心してルーンエンジェル隊を任せることができる。頼んだよ、ココナッツミルク艦長。了解です。タピオ、サポートをよろしくね。承知しました。それからカズヤ。はい。パルフェが君たちを呼び寄せたのにはそれ相応の理由があるんだろう。君たち、あるいは紋章機自体が目的なのかもしれない。くれぐれも気をつけてくれ。了解しました。でも僕たちがここを離れるということは UPW 軍も戦力が低下するということ。長官もお気をつけて。うん、心遣いありがとう。でも安心してくれ。今の俺の特権をフル活用してムーンエンジェル隊を再編成した。君たちはこっちのことなんか気にせず生き残ることだけを考えればいい。分かったね。はい。よし、艦長を信じ自分を信じ全力でエンジェル隊を導いてくれ。わかりました。以上、 UPW は諸君らの無事を祈っている。グッドラック、ルーンエンジェル隊。通信切れました。マイヤーズ長官、ありがとうございます。さて始めましょうか。はい。データ収集班の準備は？問題ないそうです。デュアルクロノブレイクキャノンもドッキングを完了しています。総員に次ぐ。本艦は現時刻をもって無限回廊なる
未知領域への突入を開始する。各員、何が起きても動ぜず己の本分を尽くすことに注力せよ。ルクシオール発進。ここが無限回路。セルダールとの通信断絶しました。アブソリュートの UPW とも連絡取れません。やはり通信は不可能か。まあそうでしょうね。今いる場所は私たちの概念では捉えきれないところ。時間的にも空間的にも未知の世界よ。そうですね。まずは慎重に周囲を見回してみましょう。これはハウリング。強力な電磁波のようです。艦長、前方を。これは立体映像ですね。何者かが通信を要請してきました。まずはご挨拶ということかしら。いいわ、繋いでちょうだい。はじめまして。白き月の聖母はしっかりと伝言をしてくれたようですね。こちらこそはじめまして。白き月を動かしたパルフェというのはあなたのことかしら。はい、そうです。ルクシオールの皆さん、無限回廊へようこそ。そしておめでとう。私はあなた方を祝福します。祝福。私はウィルの一員、裁定者の役割を授かりし者です。あなたたちは見事予選となるテストをすべてクリアしてみせました。その実力に敬意を表し、ここ無限回廊にお招きした次第です。テスト？よく話が見えません。私たちはあなたから祝福を受ける覚えもなければテストを受けてきた覚えもないのですけど。テストは抜き打ちで行いましたからね。しかし通過したのは紛れもなくあなた方です。一次テスト、カジェル港カルバドゥスの撃破およびアジートの解放二次テスト、パイク港ベネディクタインの撃破およびピコの解放三次テスト、ハチェット港ジュニエブルの撃破およびマジークの解放四次テスト、同3港による連合軍の撃破およびセルダールの解放、そして最後には自らここ無限回廊に飛び込む勇気があるかを試させていただきました。あなた方はそのいずれをもパスし、見事本戦へと駒を進める資格を得たのです。なんだって？あの大掛かりな侵略が全てそちらの仕掛けたテストであると？ええ、そうです。全てはあなた方の能力を試すため。ただしこのテストを受験していたのはあなた方だけではありません。参考者、彼らもまた私が実力を測ろうと考えた者たちでした。彼らにはこちらから武力を与え、かつある一定のルールを伝えたのです。このルールを逸脱することなくルクシオールを撃破することができればそのものを合格にすると彼らにはこう伝えました。それであいつらは執拗にルクシオールを狙ってたのか。
不可解な行動もテストのルールと考えれば一応説明はつくけれど、一体何のためにそんなことを？それは最終テストまで合格できましたらお知らせいたします。実のところ最初から本命はあなた方だと思っておりました。ここまでの結果は予想通り。最後まで私の期待を裏切らないでくださいね。あんたは何者？テストに受かれば何をもらえるのかしら。それも合格した時にお知らせいたしますよ。黒き月のノア。さて、受験生諸君、残るテストはあと2つ。ここからが本番です。言っておきますが、テストを放棄することはできませんよ。もし途中で逃げ帰った場合は、ペナルティとしてあなた方に協力したすべての星を無限回廊へとお運びすることになります。もちろん今度は白き月とは違い、お返しすることはありませんよ。脅迫する気か？心配には及びません。困難な試練ではありますが、あなた方の実力をもってすれば通過できる可能性は十分にあるでしょう。さあ、その先に待つ栄光に向けて鍵を手にする、その時まで存分に励むのです。通信切れました。わけが分かりません。このようなケース、有事のマニュアルには想定されていない。我々は一体どうするべきなのか。考えることは何もないわ。星を盾に取られている以上、テストだろうと何だろうと、私たちは相手の気の済むように動くしかない。バカにしてるわね。艦長、何らかのデータを受信しました。パルフェからと思われます。内容は？進行方向を指示しているようです。その先に一つ目のテストが待っているのね。行きましょう。ええ。パルフェ、一体奴の目的は何なんだ？パルフェが消えてから1時間が経った。この先どんなテストが待ってるって言うんだろう。なんだ？全艦に対ショックシーケンス発動。総員衝撃に備えてください。繰り返します。何が起きたんだ？達也さん、リコ！一体何があったんでしょう？とにかくブリッジに行ってみよう。白波入ります。桜庭同じ。これは空間が歪んでる。スキャンを急いで。船体への影響も。スキャン終了。分析しています。まさか突然こんなことが。とんでもない場所に案内されたものね。これらはおそらくマイクロブラックホール。複数の中性子星も存在しています。強力な磁場を確認。1兆関数以上。マイクロブラックホールに中性子星？つまり超重力天体がひしめいてるってこと？そうなりますね。重力場に捕まったわ。早く脱出しなさい。ハーバ走行への街道に時間がかかります。この状況ではコマンドラグが致命傷になりかねません。カーチューサ、直接船を操作して。了解。
圏内を離脱。船の重力制御で相殺できます。よかった。そういうこと。これが一つ目のテストなのね。別の重力場に捕まりました。カーチューさん、脱走。さらに重力場を感知。このままでは危険です。カーチューさん、お願い。まるで地獄に住める。頑張れ中佐。こちらでも重力場を感知。まもなく有効圏内に入ります。船体構造に異常発生。まもなく危険地です。カーチューさん、頑張ってください。中佐。ダメです。これは想定を超えた事態。私には対応できません。中佐。艦長、どうか相談を。私はこの想像を上回る状況に対処できない。無理です。しっかりして。ここまで戦いをくぐり抜けてきたでしょ。ダメなのです。予測の立たない事象。私にはこの状況が克服できません。艦長の操艦技術なら、あるいはどうか変わってください、艦長。カーチューさん。顔を上げなさい、タピオ。あなたはバルファスクとして戦っていた時、敵である私たちに何を見たの？この船に就任してからの数々の勝利に何を見たの？エンジェル隊が起こした奇跡の中に何を見たの？決して諦めない強い気持ちでしょ。全ての勝利はそこから始まっているのよ。私に艦長としての強い覚悟をさせるために、あなたは憎まれ役を買って出た。そのあなたが逃げ出すっていうの？冗談じゃないわ。立ちなさい。ルクシオール副長、タピオ・カーチューさん、私はあなたを信頼しているのよ。今この舵を取るのはあなたなの。諦めないで、逃げないで。わずかな希望だとしても手を離さないで。たとえ保証されていない希望だとしても、それでもそこにかける。そう、それが私たちの信念。我々バルファスクを倒した勝利の源。そうでした。私はそれが知りたくてエデン軍に入隊したのです。目の前にある答えを放棄するところでした。最後までやってみます。いえ、やらせてください。ええ、お願い。まったくめんどくさい男ね。申し訳ありませんでした。ほら早くなさい。了解。機関士からブレッジ。ちょっとエネルギー配分が勝手に水力にシフトしたよ。何のつもり？重力圏を脱出するためよ。はあ？重力圏だって。もう何がどうなってるのさ。緊急事態なの、協力して。分かったよ。後で説明を聞きに行くからね。まだまだ。ダメね、力押しじゃ。複雑に干渉し合う強力な重力はお手上げだわ。でも諦めたら。だからもう一つの方法を取るしかないってこと？
もう一つの方法？逃げられないなら逃げなければいいですね。そう、進むしかない。重力同士が打ち消し合い中和された箇所、それを見つけて突き進むしかないわ。でもそれってすごく難しいことじゃ。針の穴を通すようなものね。でもそれしか方法はないわ。全センサーを重力サーチモードへ。了解。続いて汎用演算機を重力中和点の割り出すと航路演算に回して。了解。結果は即座にカー中世口頭通達。了解。タピオ、いいわね。はい。最初の結果が出ました。ヘッドマイナス4度、ピッチプラス 0.2 度。了解。速度そのまま。3秒後にヘッドプラス 0.3 度、ピッチプラス 0.8 度。わかりました。いいぞ、少し安定してきた。この調子なら抜けられるかも。何なの？ダメです。処理が追いつきません。エンジン制御を除く全システムを航路計算に回して。やはり無理です。演算負荷が高すぎます。引き寄せられる。このままでは飲み込まれてしまいます。オペレーター、方角の指示を。指示と言われても。どいて。ノアさん。タピオ、ヘッドプラス5度、ピッチマイナス 0.6 度よ。了解。持ち直しました。すごい。一体どうやって？影響の少なそうな要素を計算から外しただけ。ありがとう、助かりました。安心するのはまだ早いわ。あくまで応急措置なんだから、このまま状況を見つつ修正していくわよ。速度300で固定、5秒でヘッドマイナス 0.2 度。はい。ママさん頑張って。次ヘッドプラス2度、いえ 2.1 度、ピッチそのまま。はい。ノアさん、疲れてきてる。次速度プラス20、15秒で元に戻す。違う。水力を上げたら再び重力場に捕まりました。ノア代表、指示を。ノア代表。悪いけどもうどうしようもないわ。ノアさん？省略した計算要素が誤差を生んでいるの。所詮悪あがきだったってこと。そんな、もう何もできないんですか？個々の重力の反発方向に動いていればある程度粘ることができるわ。でもそれもつけ焼き場、各重力場が膨張しているの。やがてこの辺り全てを埋め尽くすわ。そうなったらもう逃げ場は諦めないで。引き続き計算を続けるのよ。はい。だよ、それこそ神様でもなければ。いいえ、私は諦めない。そんな、ノアさんでもダメだなんて、このま
まま吸い込まれるしかないのか。リリーさんは、他のみんなは何も知らないで死んでいくのか。くっそー。船体加速、構造維持にレベル3の警告発生。そうだが思うようにいかない。ノアさん、大丈夫ですか。さあ捕まって。悔しいわ。この私がわけのわからない連中に好き勝手もてあそばれて挙句死ぬなんて。このひしめく重力をもっと正確に捉えるセンサーがあれば、力場のバランスを見抜ければ。バランス、ありとあらゆるバランスを解析。どう見ても反射行動だったわ。アプリコット桜庭は無意識化で。ひょっとしてアプリコット。はい、あんたさっき違うとか言ったわよね。何のことですか？私が推力の指示をした時よ。確かに違うって言ったわ。はい。あれはどういうこと？なんであの指示が間違いだって分かったの？いえ、なんとなくで。ごめんなさい、混乱させるようなこと言ってしまって。そんなことどうでもいいの。なんで分かったの？わかりません。つい口に出たっていうか。率直に聞くわ。あんたこの重力場を感じる？理解できてるのね。どうなの？感じないです。理解なんてとてもできません。ならどうして違うって言ったの？わかりません。ごめんなさい。泣かないで。よく思い出して、なんで違うって思ったのかを。本当になんとなくなんです。でも何？なんか確信みたいなものを感じました。絶対に違うって。そう。でもこんなの勘みたいなもので。黙って。ノアさん、一体。万事休す。これにかけるしかないわよね。タピオ。はい。今捕まっている重力場に最大出力で反発。そのまま状態を維持。とにかくできるだけ踏ん張るのよ。了解。オペレーター。はい。この状態からの船体崩壊までの時間を予想して。了解。14分45秒です。14分02秒です。15分51秒です。15分プラスマイナス1。ギリギリってとこね。さあ行くわよ、アプリコット。ノアさん、何をする気なんですか？時間がないの。作業しながら説明するわ。私からの通信をオペレーター全員にリンクしておいて。痛い、そんなに引っ張らないでください。和也くん、一緒に行って。了解。システムオールグリーンチェック終了です。これから何をするんでしょう？わからない。リコを紋章機に乗せて一体。とにかく今はノアさんを信じるしかない。大丈夫、絶対になんとかなる。それじゃあノアさんの様子を見てくるね。はい。リコの準備整いました。そう、こっちもそろそろよ。ブリッジ、聞こえてる？聞こえています。タピオも大変でしょうけど、よく聞いて。はい。それじゃ説明するわ。すごい。話しながらとんでもない勢いでコンソールを操作してる。
簡単に言うとアプリコットをセンサー代わりにするの。なんだって？ごめんなさい、ちょっと意味が。今理解する必要ないわ。これからやることだけを認識して。アプリコットに重力場を感知させ、それをタピオに直接伝えるわ。タピオはそれをもとにオペレーターへ操舵の指示を出して。オペレーターに指示？直接操舵ではいけないんですか？ええ、これから V チップを別のことに使うから無理よ。別のこと？今言ったでしょ、アプリコットからタピオに直接伝えるって。よし、準備完了。和也、アプリコットのところに行くわよ。あ、はい。アプリコット、急圧雷だからリスクが高いわ。覚悟を決めなさい。大丈夫です。肝の座り方はベテラン並みね。オペレーター、船体崩壊までの時間は？予想平均で7分と32秒です。さあ、全員心して。残された道はこれしかないわ。だからやる。それだけよ。いいわね。了解。タピオ、今の状態でシーケンスロック。 V チップとのリンクを切って操舵を中止。はい。 V チップ制御下からルクシオール全システムを分離。タピオ、再リンクして。了解。 V チップとの再リンク完了。アプリコット、紋章機システムブート。ヘイローアクティベート。はい、 OK です。今からヘイローと V チップを接続するわ。なんだって？これによりアプリコットが感知している重力場の情報をタピオが受け取れるはず。それをもとに操舵を指示するのよ。正直ほとんど理解できていませんが、とにかくやってみます。そう、とにかくやるだけよ。ヘイロー V チップコネクト。タピオ、これはヘイローを返してアプリコットの感覚が V チップに流れ込んでいるの。その中から重力場の情報を見つけ出しなさい。まるで情報、いや感覚の洪水です。複雑すぎます。待って、今深度を深めるわ。深度？情報の抽出先を無意識下に近づけるってこと。より情報が絞られるはず。どう？わかります。さまざまな感覚の中に非常に漠然としたものですが、確かに重力場らしきものを認識できます。オペレーター、ヘッドプラス21度、ピッチマイナス4度、速度200で発進。了解。感じます。重力の場を、パワーのバランスを。見える。中和点が、重力の相殺ポイントが素晴らしい。どうやらうまくいったみたいね。片手間に AI をかじっておいてよかったわ。リコ、大丈夫？はい、私は何ともないです。あとはブリッジに任せましょう。うまくいったってことはルクシオールは？ええ、なんとかなるかもね。よかった。ノアさん、何よ。よければ説明をお願いしたいです。ああ、そうね。いろいろと強引に進めて悪かったわ。いえ、私も訳が分かりません。ここに座っていること、ヘイローや V チップ、そしてカーチューサとの関係は。ヘイローと V チップはパイプとして使っただけ。タピオは言うなればスピーカー。重要なのはあんたの能力よ。私の？今は細かいところまでわからないけど、この状況が確たる証拠。
あんたはバランスディテクションの力を持ってる。バランスディテクション？物事の均衡を見抜く能力ね。でもそれは無意識下でのこと。自覚できるものではないみたい。もう少し詳しく。十分わかりやすく言ったつもりなんだけど。すいません。私もそれだけでは。私もです。しょうがないわね。アプリコットの発作があるでしょ。男性恐怖症の？そう。多分あれもこの能力の一端よ。あれがリコの能力？この華奢な体からあれだけのパワーを出すのは普通に考えれば無理。でも全身の筋肉の動かし方を奇跡的なバランスで制御すれば可能となれば、男に触れられるというアプリコットにとっての最大限の恐怖、それが無意識下に潜む能力を発動させるのね。一瞬にして筋力バランスを完璧に制御し、この上ない効率で体を動かす。その結果あの怪力を生み出すのよ。そんな理屈が？そしてアプリコットは現在その能力で重力場を感じ取っているの。でもそれはやっぱり無意識下でのこと。本人の自覚がない以上、それを何とかして拾い上げる必要があるわ。だからこの船で最も精神と親和性の高いインターフェースヘイローを利用したわけ。でもヘイローもマシン、デバイスの一つに過ぎない。出力データを人が理解できる形にするには専用のプログラムが必要。もちろんそんなものを作る時間はない。そこで V チップの出番。これはタピオのバルファスク専用のインターフェース。なるほど。互いのインターフェース同士を接続したんだ。そう。アプリコットはヘイロー、タピオは V チップ。それらを接続しパイプとすれば感覚は感覚で伝わる。それじゃあ今カーチューさは私が無意識で捉えている重力場を感じ取っているんですか？そういうこと。まあヘイロー同士を接続して他のエンジェルにスピーカーを任せることもできたけど、船の操舵指示にはタピオの方が適任と判断したわけ。喋り疲れたわ。理解したでしょ？バランスディテクション、物事の均衡を見抜く力。リコにそんな能力が潜んでいたなんて。でも自覚できないんじゃ普段役に立ちませんね。確かに実生活には無用ね。でも使いようによっては。ブリッジ、どうしたの？突然重力源が増えました。ダメです、ノア代表。重力場が複雑に絡み合いすぎてます。現在認識できる感覚では無駄が多すぎて、雑多な情報が邪魔をして正確な進路を見出せません。今さらに進路を深めるわ。リコ？タピオ、どうなの？大丈夫です。非常にクリアになりました。これならなんとかなります。抜けたらすぐに知らせて。了解。リコ、返事して。ノアさん、リコが。今バイタルを確認してるわ。心拍数と血圧が異常に低い。ノアもギリギリ。ヘイロのスキャン波が意識の深層を刺激してるんだわ。その影響で一種のトランスに陥ったのね。大丈夫なんですか？わからない。でも今やめるわけにもいかないわ。リコ！タピオ、まだなの？もうすぐです。お待ちください。しっかり！次で最後の一つです。ヘッドプラス14度、ピッチプラス3度、バンクプラス20度、合図と同時に推力最大、重力カタパルトを利用して離脱します。
報告。周囲の重力及び磁場はほぼ正常です。タピオ、お疲れ様。艦長、ありがとうございました。知った激励のおかげで、私は自分の限界を超え、希望をつかみ取る意味を知った。そんな気がします。白波および桜庭、入ります。どうなの？状況は？ノアさん、それに和也くんにリコちゃん、本当にご苦労様。もう重力体の影響はありません。そう。リコちゃんは大丈夫なの？あ、大丈夫です。一応モルデン先生にも見てもらいました。そう、よかった。私もまだまだね。脳のスキャンであんなミスを犯すなんて。一体何があったのじゃ。説明を所望するぞ。夏目、みんな。気持ち悪い。何だったんだよさっきの揺れ。グラグラして怖かったのだ。本当恐ろしかったですわ。かなり激しい操舵でしたね。和也、一体何があったのだ。説明してくれ。あ、はい。まあ、バランスを見抜く能力ですな。リコタンすごいのだ。そうか？今一つピンとこない能力じゃな。恐れながら姫、桜庭少尉がいなければかなり危機的状況だったことは否めません。それはそうかもしれぬが、この力他にどう応用したものか。男を投げ飛ばすだけじゃな。おお、すっげえバランスが取れんだろ。ならよ、ゲーセンのキャッチャーで景品取り放題じゃねえか。すげえなリコ、行こうぜゲーセン。そのうちでもこれは考えようによっては侮れない能力かもしれない。どういうこと？例えばクロノストリングエンジン、制御にヘイローを使わない場合、多くのパラメータ設定が必要だけど、この配分バランスを見抜くことで出力効率を上げることができる。そして軍事的な観点でも相手陣形の弱点をいち早く見抜ければ有利な作戦行動が取れる。はあ、それはすごいかもしれぬの。まだ詳細が不明だから本当にできるかどうかはわからないけど、とにかくそういう可能性を秘めた特別な力だと思う。特別な力？そんな特別だなんて。リコタンのお姉ちゃんみたいなのだ。お姉ちゃん？確かに表面的に分かりやすい能力じゃないけど、実質的にはミルフィーユさんに匹敵するほどの影響力を持ってるかもしれない。お姉ちゃんに匹敵する力、そんなにすごいのか。とにかくすげえぜな。おい、痛い痛い。よかったじゃねえかリコ。はい、ありがとうございます。おめえは何かと地味すぎるからな。そんくらいの力があった方がバランスが取れてるぜ。いよ、さすがバランス大王。それって褒めてるんですか？まったくアニスはもう。なんだよしかし先ほどの揺れがブラックホールだったとはな。うん、急に出現したということは自然現象ではありませんわね。まあパルフェってやつの仕業だろうな。ひどいのだ。一歩間違えたら死んじゃうのだ。試験失格は死を意味するというわけか。今のが一つ目だとすると、まだ一つ残ってるってことですね。結構なことだ。みんな静かに。どうやらその残りの一つのようだわ。前方に参考尺の船を確認。何？随行艦隊も多数。まさかこれに打ち勝てというのか。そうなんじゃない？きっとそろそろパルフェから連絡があるわよ。たった今パルフェから入電がありました。うわ、
本当だ。やっぱりこれもテストだっていうのかしら。内容は？はい、合格のための条件として3項目が提示されています。1、3港の船を沈黙させ戦いに勝利せよ。2、ブレイブハートの使用を禁ず。3、ルクシオール両翼手法の利用を禁ず。以上です。ジュニエブルラを我がたちに始末させようというのか。受験生同士潰し合ってか。本当にえげつねえな。同感だ。騎士道精神のかけらも感じない。ルクシオール両翼手法の禁止というのはデュアルクロノブレイクキャノンを使うなということだな。ブレイブハートも使えないのだ。つまり合体もできないということですわね。厳しいな。ただでさえ苦戦しそうだというのに。そんな。それじゃあ僕は何もできないのか。この条件ではそうなるな。仮に敗ればまたペナルティで星を消すとか言い出すだろう。そうね。尺だけど今は向こうの指示に従うほかないわ。和也君、あなたはブリッジに残ってここからエンジェル隊を指揮してちょうだい。ここから？そうよ。ここからでも高速リンク式システムは有効に機能するわ。ブレイブハートを出せない以上、和也君にはそれをしてもらうほかないわ。わかりました。僕はここに残ります。和也、心配するな。私がお前の分も活躍をしてみせる。ごめんみんな。よし、竜エンジェル隊発進だ。了解。カルーア？これは、この思念はジュニエブルさん。なんじゃと？魔力で直接私に語りかけています。戦う前に少しお話がしたいと。なぜ通常の通信を使わないのかしら。通常の通信は使えないみたいです。使えない？はい。カルーア、ジュニエブルと今ここで話せるの？はい。私がよりしろとなれば、おそらく少しお待ちください。やってみます。いやあ、感謝するよ。この船に僕と同じ魔法使いが乗っていて本当によかった。カルーア？そっちはジュニエブルか。ああ、そうだよ夏目。また会えたね。もう会えないかと思ってたよ。まあできればこんな形では再会したくなかったんだけど。そうそう、ちょっと聞いてよ君たち。君たちのおかげで僕たちもう失格しちゃってさ、ちょっと追い詰められちゃってるわけ。責任取ってくれないかな。ハチェットコ。お、美しい艦長殿、ご健在だったんだね。責任とはこの艦隊、あなた方を相手にもう一度戦えということかしら。うん、そうだよ。パルフェのやつがそうしろって言うからね。何のために？知らない。パルフェがそう言うからさ。とにかく君たちをここで倒さない限り僕たちは元の世界に戻してもらえないんだ。だからここでやられてもらうよ。そういうようにパルフェに指示されたのね。もう後には引けないんだよ。そんなことはないわ。ハチェットコ、残りの2校と共にこちらに投降しなさい。あなた方のしてきた罪は大きい。無罪にすることはできないけれど、今ここでこちらに来れば UPW の名において公正な裁判を約束します。さあ、今ならまだ間に合うわ。ミスミスここで命を落とすくらいならこちらに投降するのよ。それで君らはどうするのさ。君らだって
僕たちを倒せとパルフェに言われてるだろ。そう、知っているの。変な同情はやめなよ。ウィルに逆らっていいことなんか一つもないよ。僕らは無事に帰るため君らを倒す。君らは君らで僕たちを倒さなきゃいけない。話は単純さ。八百長なんか通用しない。ジュニエブル、なぜそこまでパルフェに従う？逆らえば殺されるか？ならばここで戦って死んでも同じことじゃ。そちには山ほど言ってやりたいことがある。船を捨てこっちに来るのじゃ。船を捨てる？それはもう無理な話さ。夏目、僕が今なんでわざわざ魔法で会話しているかわかるかい？通信が使えないからであろう。なぜ使えないと思う？知らん。それはね、それが一体何だというのじゃ。それはね、僕自身がすでに戦艦に組み込まれているからなのさ。何を言っておるのじゃ。意味がわからぬ。通信をするためには喋る口が必要だろ。もうないんだよ。口はおろか目も鼻も腕も何もかも全部なくなっちゃったんだ。一体何を？肉体を剥奪し精神だけを戦艦の中に組み込む。それがパルフェから与えられた失格者への罰というわけね。その通りさ。ただ罰ではなく努力賞らしいけどね。なんじゃと。だからもう僕は君らと会話するには魔法を使うしかなかったわけ。でもね、悪いことばっかりじゃないよ。おかげさまでこの船は今や僕の思いのままに動く。もちろん他の二人だって同じさ。要するに僕たちがセルダールの時と同じ戦闘能力だと思ったら大間違いだよ。だから油断せず心してかかってくるんだ。なんだ、ジュニエブル、まるで僕らにエールを送っているような。さて、話が長くなっちゃったね。エンジェル隊のみんな、お互い悔いのない戦いを。それじゃあね。待つのじゃ、ジュニエブル。終わったんですのね。ジュニエブルさんとはお話できたんでしょうか？ああ、できたよ。ありがとう、カルーア。みんな、余計なことを考えちゃダメだ。ココさんの言った通り、全力で3校を迎え撃つ。格納庫へ急ぐんだ。了解なのだ。夏目、平気じゃ。出るぞ。わらわも戦う。ジュニエブルは愚かじゃった。利用され、踊らされてあのような目に。じゃが、踊らされておったのはわらわとて同じ。その意味では、わらわも、ジュニエブルも、カルバデスも、ベネディクタインも、皆、すべて対等にお歌わけ者じゃ。行ってまいるぞ、和也。わらわは決着をつける。そして、これを仕組んだパルフェにも、必ずや相応の報いを受けさせようぞ。それが、イザヨイ家当主の筋じゃ。うん、頼んだよ、夏目。そちも適切な指示をするのじゃぞ。よいな。ああ、任せてくれ。白波よりエンジェル隊、全員準備はいいか？クロスキャリバー準備完了です。イーグルゲイザーすべて OK だ。ファーストエイダーも問題ないのだ。
ちも準備完了。いつでも行けるわよ。レリックレーダースタンバイ。ホーリーブラッドシステム良好。パピオンチェイサーオールクリーンじゃ。よし、今からみんなのコンソールにデータを送る簡単なブリーフィングをするからよく聞いてくれ。これがミッションエリアのスキャン結果だ。参考尺の船はそれぞれこの位置に、そして無人艦がこれだけの数配置されている。戦いを長引かせてもいいことはない。速攻で決めるんだ。ミッション目標は敵艦隊の全滅。以上。今回デュアルクロノブレイクキャノンとブレイブハートの使用は禁止されている。正直辛い制約だけど、この決定には今のところ従っておくしかない。多分苦しい戦いになると。だけど君たちだけが頼りだ。僕の指示を信じて頑張ってくれ。了解。おいおいおい、なんて数だよ一体。見るからに凄まじい物量だ。まったく忙しい戦いになりそうね。加えてブレイブハートの増幅効果もない。本当に勝てるのか。それでもやるしかないのだ。和也さんからの指揮はいつも通りです。私はそれを信じて戦います。ジュニエブル、カルバデュス、ベネディクタイン、バカ者どもがここでしまいにしてくれる。あの3人に同情は無用だ。和也、ここは非常に徹しなければ負けるぞ。知れ者め、このような姿になり果ておって。わかった。射程に入った。行くぜ。攻撃を開始する。わかった。承知した。命中しました。了解よ。攻撃始めるのだ。心得ました。当たったみたいなのだ。わかった。どうだ。当たったのだ。当たったみたいなのだ。なんとか直撃だけは避けられたが。被弾したわ。攻撃成功。よし、聞いたであろう。痛いわね。来るわ。総員、衝撃に備えよ。了解。回避成功。余裕じゃな。被弾しました。各部門、損害を報告しなさい。ヒットしたぞ。
敵遺跡を撃余裕があるなら修理したいわね。損傷箇所を調べて。攻撃に成功した。さすがにやるじゃない。今のは少し聞いたわ。承知したわ。誰がこの船を設計したと思ってるの？そう簡単にはやられないわ。この程度の回避は余裕だな。今のは少し聞いたわ。了解よ。そろそろ危険よ。修理を呼んで。目標確認。避けきれない。うまく当たったみたいです。3番機修理を終えたのだ。トリング、感謝するわ。分かったのだ。ヘキサクロスオッケー。ブレイク。クリア。総員、衝撃に備えよ。とどめは差し損ね被弾したわ。一石やったわ。た。よし、うまく当たった。攻撃を回避。よけられはすまい。とどめは差し損ねた。どこを狙ってるんだい？了解しました。ラジャー。燃料半減。意識しておいてくれ。命中。ダイバー！やっぱ俺強えな。ホーリーブラッド、一時補給に戻る。攻撃を回避。やったわね。攻撃失敗したわ。はい。すまない、 NG だ。指令会議じゃ。少し危なかったの。わかった。よし、撃墜。了解だ。わかったわ。はいなのだ。命中か。当然じゃない。余力があれば補給に行きたいものじゃな。敵にダメージを与えました。はい。これで一安心だ。誰がこの船を設計したと思ってるの？そう簡単にはやられないわ。当たりね。さすがにやるじゃない。今のは少し聞いたわ。よっしゃ、倒した。これは回避できない。くれるではないか。オーケー。被弾しました。ヒットしたぞ。各部門損害を報告しなさい。いい具合に着弾したわ。少し被弾しましたけど、なんとか平気です。オーケー。次のサイド。ルクシオ補給の準備をしておくのじゃ。一つやっつけたぜ。やっ敵を見つけました。強えな。その程度。僕を舐めたら痛い目を見るよ。了解しました。食らっちまった。了解なのだ。応急処置完了なのだ。補給に戻るわ。みんなよろしくね。了解なのだ。命中した。回避成功じゃ。敵にダメージを与えた。次で決めよう。俺の獲物はまだ残ってるか。オーライ。とどめは差し損ねたか。了解した。当たったな。回避成功。その程度ありがとうございます。これでまた全力で戦います。攻撃態勢に行こう。命中だ。わかった。心得ました。承知した。ゼフィルスダメージ。あと一つ沈めたら補給をさせてほしい。攻撃。敵を倒したぞ。その敵を狙うんですね。攻撃に向かう。もう一個大事
ってくるわ。軽くかわしたぜ。ハイパーブラストー。さあ撃つな。攻撃を回避しました。当たるほどどんくさくねえぜ。どうじゃ見たか。すぐに向かう。この反応敵に当たったのはヒットしたぞ。了解だ。いただ。ちょっとやられちゃいました。エネルギー半減。はいなのだ。命中した。承知したわ。当たったようじゃな。はい、避難しまし敵に当たったのはた。各部門損害を報告しなさ命中なのだ。来るわ。総員衝撃に備えよ。確認。撃墜したぜ。よし、当たったわ。撃墜したわ。敵なのだ。命中よ。撃墜したぜ。見たか。オーリーブラッド、一時補給に戻る。たとえ相手が参考策であっても、このような非道な罰許されるものではない。エクストリームランサー。撃沈した。オーリーブラッド、補給を完了。サーチ完了。攻撃に向かう。赤い目標を設定。撃墜したぜ。4番機攻撃成功。当たったみたいなのだ。ふふ当たりちゃん。心得ました。命中だ。おい、修理に帰る余裕あるか。外した。私もまだまだだな。やっつけたぞ。敵を見つけたのだ。うん、やっつけました。了解。フォトンダイバー。敵機確認。敵を発見した。当たったようじゃな。少々やられた。気を引き締めねば。よし、撃沈だ。ターゲットを見つけた。オーリーブラッド、攻撃に向かう。敵一隻を撃沈。うまいね。撃墜したぜ。じゃクロスブレイク。敵を破壊した。敵に当たったのは敵を見つけました。当たっちゃったのだ。一隻やったわ。エネルギー半分だ。全部避けられたのだ。ちょっとだけ補給に行ってくるのだ。当たりなのだ。失敗なのだ。ジェノサイドボンバ敵艦隊すべて沈黙した模様です。よし、とりあえず一段落だ。エンジェル隊前期帰還してくれ。ルーンエンジェル隊帰還しました。みんなありがとう。南極を乗り切れたのも和也の指揮が的確だったからだ。それじゃあ一旦戻ろうかしら。あら、終わったんですわね。ああ、僕たちの勝ちだよ。夏目。夏目さん、愚か者が国を裏切り、わらわを裏切り、挙句の果てにあのような姿になり果ておって、ジュニエブル、そちはまことに負ったわけじゃ。夏目、最後まで手厳しいな。カルーア。いや、これはジュニエブル、まだ生きておったのか。まあね、だけど派手に壊してくれたね。おかげさまでもう動くこともできないよ。ジュニエブル、艦長殿、最後に一つだけ忠告をしてあげるよ。何かしら。これで君たちはめでたくウィルの試練に合格したことになる。ウィルは恐ろしい存在だ。だけどもう君たちは認められているはず。いいかい？
たとえパルフェに何を提案されても決して逆らわず受け入れるんだよ。8時の方角に高エネルギー反応、ジニアブルカンに向かっています。何？さよなら夏目。パルフェ、宇宙服もつけずにあんなところに。やはり人間ではなかったというわけね。ジュニエブル。なんという大きさだ。これではこのルクシオールすら小さく感じる。強力な電磁波、再び通信の要請してきました。パルフェね、繋いでちょうだい。いや、素晴らしい、素晴らしい。重力の渦を突破し、ハンデを背負った状態で三公爵を撃破するあなたたちは見事課せられたテストをすべてクリアしてみせました。おめでとう。心から祝福いたします。そう、それはありがとう。これで名実ともに合格です。あなた方こそ鍵を手にするにふさわしい。そう、無限回廊の鍵はあなた方に託しましょう。鍵とは何かしら。これは失礼。劣等文明の方にはそこから説明しなくてはなりませんね。劣等文明だって。鍵というのは概念的な通称に過ぎません。この無限回廊を行き来するための技術そのもの。我々はそれを鍵と呼んでいるのです。なんですって？それを私たちに教えるっていうの？ええ、そうです。魅力的な話でしょう。そうね。なぜそんな素晴らしい技術を私たちにくださるのか、そのあたりを詳しく聞かせていただこうかしら。わかりました。私どもの理想ご説明しましょう。まずすでにお察しのことと存じますが、私どもはノイエ、エデン、いずれの文明圏にも属さない存在であり、あなた方よりもはるかに高度な文明を保持しております。この高度な文明を他世界にも広く普及して差し上げること、これが私どもの目的なのです。文明を普及させる？そう、ちょうどあなた方 UPW が未開発な宇宙に対して行っていること、それと全く同様の目的を持って私どもは活動しています。違うことといえば UPW の広める技術よりもはるかに進んでることくらいでしょうか。どの程度進んでいるかはすでにその一端をご覧いただいているかと思います。私どもの持つ素晴らしい技術をあなた方にもぜひ享受していただきたいのです。ですが誰にでも差し上げるというわけには
参りません。少なくとも私どもの文明の力を最初に得る者たちは私どもの理想を理解し、またその普及に協力し、かつそれなりの技量を備えたものであってほしいのです。ということは、まさかそのために我々をテストしてきたと？はい、その通りです。劣等文明しか知らない人間にとってはかなり厳しい試験だったはずですが、あなた方は見事それを突破いたしました。あなた方ほどの素養があれば、私どもが与える文明を立派に使いこなし、そしてそれを世界に普及させるための人員となることができるでしょう。あとは私どもの理想を理解し、それにご協力いただく約束さえいただければ、手始めにこの無限回廊を行き来する技術からお教えいたします。ちょっと聞くけど、白き月をエデンからノイエに持ってきたのも無限回路を利用したわけよね。ええ、そうです。この技術を利用すれば平行宇宙間の移動にハブソリュートを介する必要はなくなる。つまりゲートも不要になるってことかしら。はい、その通りです。お姉ちゃんが自由に。そうか、ゲートがいらなくなればミルフィーさんも。そう、数々の試験に合格したあなた方にはその力を得る資格があるのです。さあ、私どもからの贈り物受けていただけますね。ココさん。艦長、この話慎重になった方が良いかと思います。何かうさんくささを感じます。これだけの技術、ただ提供するなどありえない。協力をするという言葉も気になります。そこの副官殿、私を疑っていますね。お気持ちはわかります。しかし全てを己の尺度で測ってはなりませんよ。そもそも UPW とて持てる技術を無償で提供しているではありませんか。それと同じことです。どうなんだ、パルフェの言っていることは本当なのか。もし本当ならミルフィーさんを解放できる方法が目の前にあることになる。だけどもしそうだとしても、こいつが今回の事件を引き起こした張本人なのは間違いない。ジュニエブルたちを僕らに始末させたのも全部こいつがやったことなんだ。ここはどう判断すればいいんだ。艦長。和也、この話僕は受けるべきだと思う。どうして？どうしても何も断る理由が見つからない。確かに相手の思惑はわからないが、もらえるものはもらっておくべきだ。この技術は確実に世界のためになる。相手のやり方が気に入らないからといってそれで断るのは公私混同だ。そうなのか。本当にそれでいいのか。艦長殿、何を迷っておいでです。何かご不明な点でも。一つ私からも質問があるわ。いいかしら。どうぞ。仮に私たちがこの話を受けたとして、あなたは具体的に今後どうやって
その理想を実現していくのかしら。その手順と方法を教えてほしいわ。そんなことですか。いいですよ。お答えいたしましょう。まず手始めに、あなた方の中から神と女神を選出いたします。神？女神だと？はい。私どもの文明は神および女神と呼ばれる存在を頂点に成り立っています。ゆえに私どもの文明を受け入れていただく以上、そこはこちらの流儀に従っていただくことになります。神、そして女神、二大君主制ということなのか。君主とは多少違いますね。神も女神も下々に神託を下す絶対的存在です。神および女神に選ばれた二人には、あなた方では想像もつかぬような英知が瞬間にして備わります。脳の改造手術でもするというのか。いえいえ、ご心配なく。そのような野蛮な真似はいたしません。ただオーブに触れさえすればよいのです。オーブとは何だ？オーブはオーブです。すべてを知るもの。それ以上でもそれ以下でもありません。先ほども言ったように、神および女神はあなた方の中から選ばせていただきます。逆に選ばれなかった者はニシンに仕える神の子とし、私どもと共に文明を普及させる、いわば実動部隊となっていただきます。そして神と女神からもたらされる力を背景に、エデンやノイエの文明、果ては全平行宇宙の文明を新しいものに置き換えてゆくのです。置き換えるですって？はい、完全に置き換えます。では今ある文明はどうなるのかしら。多様に発展してきた文明は？なぜそのようなことを聞くのですか。最も優れた文明がもたらされるのです。そのようなもの気にする必要はないでしょう。もちろんすべて痕跡も残さず消去いたしますよ。なるほどね。今の返答で私の心は決まったわ。みんないいかしら。オーケーだ。私の心も決まった。はい。艦長のお心のままに。私もココさんの判断を信じます。艦長はそっちじゃからな。じゃが考えは一緒であろう。ココさん、きっとみんな同じ意見ですわ。なのも OK なのだ。返事は任せたのだ。聞く前から予想できるけど、とにかく言ってやったら。おや、任せたぜ、ココ。ココさん、お願いします。わかったわ。それじゃあ。待ってください。ロゼル？ロゼル君？いや、それが艦長のご判断でしたら僕にも異存はありません。ですが一つだけ最後に聞いておきたいことがあってよろしいですか？ええ、構わないけど
ではパルフェよ、何ですか？あなたは今具体的に誰を神に選ぶつもりでいるのですか？優れた判断力とカリスマ性、そして志を貫く強い意志を持った人物、総合的に考慮し候補は2人に絞られています。1人目は和也白波。僕が？はい。エンジェル隊を率いる統率力と魅力、そして優れた指揮能力。先の戦いであえてブレイブハートの使用を禁じたのは、あなたの指揮能力が確かであることを今一度確かめたかったからです。そして2人目はロゼル・マティウス。そう、あなたです。あなたに関しては優れた個人能力を評価させていただきました。和也白波かロゼル・マティウスか、いずれが神になったとしても正しく人類を新しい文明へと導いてくれると思われます。最終的にどちらになさるかはご当人同士で話し合ってお決めください。ご決着がつかないようでしたら、その時はこちらで決めさせていただきます。僕か和也が神？ロゼル？またつがいとなる女神は神に選んでいただく習わしになっています。神と女神、この2人はお互いに死することはありません。一つがいとなり、新しい文明世界に永遠に君臨していくのです。永遠に死なない一つがいの神と女神。ロゼル！マティウス少尉大丈夫、分かってるよ。ちょっと面白いなって思っただけさ。ロゼル。時間を取って失礼しました。艦長、ご返答を。ええ、そうね。あれ、ココさん？気が変わったわ。ここは私なんかより神様に答えてもらいましょう。和也くん、後の返事任せたわ。僕？それはいい。頼むよ隊長。好きにしたら？こんなチャンス二度とないわよ。そう？代役だな、和也。思う通りに言うがいい。私はお前の判断についていこう。リリーさん。それじゃあ和也白波艦長に代わってご返事いたします。僕は神になんてなりたくありません。お断りします。なんですって断る。確認のためもう一度おっしゃっていただけますか？あなたが与えようという無限回廊の技術、その他さまざまな先進技術、そして僕かロゼルが神となり新しい世界の支配者として君臨していく。ルクシオールはそんな世界を作ることに協力できません。なんと？あなたは
僕たち UPW の活動を持ち出し、自分もそれと同じだという。でもそれは違う。あなたは UPW を誤解している。それぞれの宇宙が独自の文明を復活させ、それぞれの力で支援を広げていく。いずれの文明も突出してしまうことのない共和的な平行宇宙ネットワーク、それが UPW の目指すものなのさ。 UPW がしていることは精神的な技術の押し付けじゃない。技術を提供することはあっても、それは単なる支援に過ぎないんだ。だけどあなたのやろうとしていることは邪悪だ。邪悪？そう。仮に高度な文明を与えられたとしても、それを使うのは今そこに住んでいる人たち。その人たちの築いてきた多様な文明を滅ぼしていいはずがない。目の前に理想郷が広がっているのですよ。あなたはそれを拒絶して全人類の幸福への道を断とうというのですか。今ある文明を破壊して、その上に築く理想郷。僕たち人類にとってそれが幸福であるとは思えません。僕たち自身の力で発展する道を選びます。よく言った。オーケーだ。それでこそ我々の隊長だ。はい、私もそう思います。やれやれ。すまぬなジュニエブル。そっちの最後の忠告、わらわには守れなんだ。まあ正直少しもったいない気もしないでもないんだ。でも僕も賛成だ。強制的な支配なんてエンジェル隊の柄じゃない。街を壊して回るなんてごめんなのだ。私同じ気持ちです。というわけでこれが私たちの総意なの。残念ですけどね。信じがたい。そんな選択をするなど愚かすぎる。三皇たちがあれほど奪い合おうとした神の座、その価値が理解できないのか。ならばここにいる者たちは皆イレギュラーなのか。そうか。イレギュラーならば消さねばならない。不純物は取り除いてしまわなくてはオーブの計画に支障が生じる。イレギュラー排除実行。排除実行。つまり戦うということよね。みんなごめん。これが僕の答えなんだ。いや、我々全員の答えと言うべきだろう。そうだね。よし、みんな必ず勝つぞ。パルフェ艦の周囲に時空湾曲反応。ねじれた時空から次々と戦艦が出現してきます。時空の狭間に戦艦を隠しておくなんて洒落たことするじゃない。これも無限回廊の鍵の力。パルフェ艦の周囲には強力なエネルギーシールドがあるようです。距離があるため詳細なデータは不明ですが、シールドの強度としてはおそらく先の影の月に匹敵するものと予想されます。そう。それなら私たちの取る作戦は一つ。ブリーフィングルームに集合よ。了解なのだ。みんな、敵は今ある私たちの文明を破壊し、自分たちの先進文明を押し付けようとしている。私たちは UPW として絶対にこれを阻止しなくてはいけないわ。こうなった以上遠慮は無用。目標はパルフェ艦の撃破。いいわね。了解なのだ。ただしパルフェ艦の周りには非常に強力なエネルギーシールドがあり、直接攻撃を加えたところでおそらくびくともしないでしょう。このシールドを破れる兵器が
私たちにあるとしたら、それはただ一つ。デュアルクロノブレイクキャノン。そうです。でも確実に相手のシールドに当てるためにはある程度の射程まで近づかなければいけない。今からそのための作戦を説明します。これがミッションエリアのスキャン結果よ。ルクシオールはここ、そしてパルフェカンはこの位置に存在するわ。周りにはエネルギーシールドが敷かれていて、こちらからの攻撃は一切受け付けない。そこでルクシオールはこの位置まで移動し、ここからデュアルクロノブレイクキャノンを発射、シールドを破壊。この時同時にパルフェカンを破壊できれば問題ないんだけど、シールドのみの破壊にとどまった場合はパルフェカンの集中攻撃に移行します。よって今回のミッション目標はルクシオールをこのエリアまで到達させること。ではこの船をまっすぐ進ませればよいのだな。いいえ、それがそうもいかないの。というと？タピオ。はい、こちらをご覧ください。パルフェ艦の前方には巨大な砲台が設置されています。先ほどジュニエブルの船を一撃で沈めた非常に強力なキャノン砲です。そうか、もしこれに撃ち抜かれでもしたら。はい、どれほどのダメージを受けるか予想もつきません。まっすぐ進んだら的にされるってわけだな。では迂回ルートを確保するわけですね。いえ、それは無駄というものです。どうしてなのだ？ミッションエリアには障害物とおぼしきものは一切存在しません。ですからどのように迂回しようとパルフェ艦は回答し、ルクシオールを車線から逃すことはないでしょう。あるある、どうしたもんかしらね。なんとか回避する方法はないんですか？一つだけ手立てがあります。ジュニエブル艦を沈めた先ほどの射撃を分析したところ、この兵器はその威力からも分かる通りかなりのエネルギーを消費しています。その影響からと推測されますが、パルフェ艦はキャノン発射直前のわずかな時間、行動不能となるようなのです。なるほど。つまり発射の直前に車線から外れることができれば。はい、おそらく攻撃をかわせます。この場合車線に対して垂直方向へ回避するのが最も効率的でしょう。いいですね。敵キャノンにエネルギーが集まりだしたら即座にルクシオールを移動です。白波少尉は特にそのことに注意して戦闘に臨んでください。わかりました。いよいよ大詰めだな。ああ、きっとこの一戦が全てを決める戦いになる。リリーさん、お願いなんですが。分かっている。私も和也と合体したい。そしてアブソリュートへの扉を開いた時のようにもう一度和也と奇跡を起こしてみせる。ありがとうございます、リリーさん。よし、みんな行くぞ。了解だ。
これは未知の文明による侵略を阻止するための負けられない戦いであり、同時に僕たちがノイエに帰るための戦いだ。絶対に勝つぞ。了解。分かったわ。敵を見つけたわ。承知したわ。了解しました。了解。オーケー。了解。敵を確認。攻撃に入る。攻撃行くわよ。上々じゃ。着弾を確認。乾杯派、次行くぜ。敵発見じゃ。中なのわらを任せ。どうだ。もらうわけにはいかないな。当たりちゃん。よし、あれは攻撃成功なのだ。少々被弾したが敵一体を排除大した影響はない。心得た。回避成功。攻撃を回避。目標沈黙。敵に命中した。攻撃成功なのだ。これで決まりだ。当たったぞ。当たりです。着弾を確認。エクストリームランサー目標を設定。了解したぞ。エクストリーム。パルフェカン砲台に高エネルギー反応を確認。少尉、早くルクシオールに回避の指示を。遅い。ラジャ締めなくてわかった。ー。了解だ。敵の増援を確認したわ。命中してすぐに迎え撃って。撃墜した。次の指示をくれ。敵 AI 攻撃を回避。敵に当たったのだ。回避じゃ。当たりなのだ。うまいものじゃろ。哀れなる劣等文明の戦士たち、我が聖なる光に包まれ永遠の安息を得るがいい。セレスティアルキャノン。了解だ。命中した。オッケーなのだ。当たらないのだ。了解です。敵の船をやっつけたのだ。この着弾機影を確認。増援のようです。敵を測らせると。撃墜したわ。敵発見じゃ。敵を見つけたわ。フランサーチャージ完了。了解。当たらないわよ。一撃で蹴りをつける。了解。攻撃を回避しました。エクストリームランサー。再びパルフェカンに高エネルギー反応。少尉、ルクシオールに回避の指示を。敵の増援を確認したわ。すぐに迎え撃って。了解。命中だ。分かった。命中だ。エネルギーが半減しました。どうじゃ。見たか。当たりました。ああ、了解だ。了解しました。わかりました。了解。セレスティアルキャノン発射。了解。はい、当たったわ。ホーリーブラッド了解。了解だ。ロックオン完了。中域内にパラ
新たな敵を確認したわ。了解。当たったようじゃな。撃墜したぜ。この反応敵じゃな。回避成功じゃ。ジャストヒット。命中したわ。ざっとこんなものさ。いい加減にせんか。いった。敵の増援を確認したわ。すぐに迎え撃って失敗しちゃったわ。6番急に戻ると。エネルギー機体強度ともに回攻復した。撃を受けたか。残りエネルギー半分になったわ。パルフェ艦より高エネルギー反応。一撃やったわ。避けきれない。エネルギーもらいに帰る。了解したぞ。いただ、ちょっとやられちゃいました。補給回避。オーケー。わかった。了解。セレスティアルキャノン発射。みんなのものやった。負けるでないぞ。回復したのだ。反射感激なのだ。おっと、危ねえ危ねえ。はい。あ、敵なのだ。ヘリクレイダー回復だ。さすがにやるじゃない。また行ってくるぜ。今のわかった。少し聞いたわ。わかりました。スペルキャスター補給完了。感謝するわ。了解よ。中域内に新たな敵を確認したわ。当たりね。攻撃に移ります。やったわ。了解なのだ。オッケー。いい具合に着弾したわ。命中だ。まだ大丈夫よ。体勢を立て直して。少しミスったが、かすり傷だ。誰がこの船を設計したと思ってるの？そう簡単にはやられないわ。パルフェ艦より高エネルギー反応。わかった。了解しました。敵の増援を確認したわ。すぐに迎え撃って。了解。ホーリーブラッド了解。わかった。オッケーなのだ。少し被弾しましたけど、なんとか平気です。オッケー。セレスティアルキャノン発射。敵の手法は強力です。勝利。ルクシオールへの指示、くれぐれも頼みますよ。運のない敵そのさんね。程度の攻撃か。了解。ヘキサクロスブレイク。オッケー。ヒットしたぞ。ルクシオール回避成功。直撃だけは避けられた。目標沈黙。総勝率 50%。注意が必要ね。オーケー。了解。外れちゃったのだ。すぐに向かおう。4番機攻撃成功。2番機攻撃成功だ。敵の増援を確認したわ。すぐに迎え撃って。よーしなのだ。攻撃。高エネルギー反応。了解だ。燃料半減。意識しておいてくれ。わかった。承知した。やられたのだ。了解。回避成功。そんな攻撃じゃ生ぬるいよ。痛いのだ。被弾しました。この程度の。セレスティアルキャノン発射。受けたのだ。了解よ。少しミスったがかすり傷だ。心得ました。いただ。回避成功。やられちゃいました。
るな。回避なのだ。完全復活。いやでも鉄砲でも完全回復感謝する。よし、もう一度言ってくれ。パルフェ艦より高エネルギー反応。敵発見。行きます。センサーに敵影確認。この程度弾に当たってしまうとは屈辱だ。エクストリームランサー。回復したの。反射感激なのだ。了解だ。敵一体を排除した。分かった。了解。承知した。中域内に新たなセレスティアルキャノン発射。了解。分かったのだ。目標地点に来ました。このまま待機します。指定座標に着いたわ。オーケホーリーブラッド回避成功。オーライ。ー。2番機攻撃成功だ。中域内に新たな敵を確認したら僕もまだまだだな。ハイパーブラスター。追跡をきつい。少しもらったけど平気よ。攻撃を回避。なんとか直撃だけは避けられたが。2番機回避成功。やるな。パルフェ艦より高エネルギー反応。新たな敵影を確認。わかりました。増援のようです。練習したみたいね。はいなのだ。ああ、了解だ。わかった。承知したわ。やられたのだ。回避に成功。サイドセレスティアルキャノン発射。承知したわ。少し離れた。移動終わったのだ。敵を見つけたセンのだ。サーに敵影確認。はい。ターゲットもうわっ。フォトン攻撃に移ります。ターゲットを捕捉。被弾したわ。ホーリーブラッドよ攻撃に向かう。ルキシオールデュアルクロノブレイクキャノンの射程内に到達。チャージも完了しているわ。いつでも撃てるわよ。回収した紋章機の様子はどう？損傷の応急処置は完了。再出撃可能です。了解。キャノン発射後直ちに発進するよう伝えて。わかりました。デュアルクロノブレイクキャノン発射用意。目標眼前のエネルギーシールドおよびパルフェ艦発射。これは列島文明が小賢しい。エネルギー反応消滅。シールドの破壊に成功しました。デュアルクロノブレイクキャノンはパルフェからの攻撃により回路の一部が破損した模様です。すぐに修理班を向かわせます。これは驚きました。全くもって驚嘆に値します。正直やられるとは思いませんでした。長い時間を待った甲斐があります。よくぞここまで育ってくれました。
しかし惜しい、実に惜しい。あなた方がイレギュラーでさえなければ、あなた方が協力してくだされば、オーブの計画、至高の文明を実現するのも相当たやすいものになったであろうに悲しいかな。その理想が理解できないとは。わけのわからねえこと言ってんじゃねえ。これでもうお前だけだ。そうなのだ、降参するのだ。降参降参というのはもう勝てないと踏んだもののする行為です。ならば私が降参する理由は見当たりません。あら、強がりは良くないわよ。あんたにはもう味方はいないみたいだけど。味方などいりませんよ。私は一人であってもあなた方全員に勝てる算段を持ち合わせております。まだ戦うつもりなのか。はったりなの、それとも本気？わからないわ。ともかくキャノンの修理を急いで。了解。例えばそう、あなた方の戦闘機、至極古典的なインターフェースを採用しているようですね。あなた方がヘイローと呼んでいるその装置、脳内を量子コンピュータに見立てて連結し、情報を処理するタイプとお見受けいたしました。それでしたら話は簡単です。みんなどうしたの？みんなダメだ、応答がない。みんな返事をするんだ。みんなこちらルクシオール、エンジェル隊応答して。エンジェル隊。ココさん、艦長。和也君、ロゼル君、一体どうしたの？それが白波少尉と自分を除き応答が途切れたみたいです。なんですって？何、大したことではありません。人間の脳をスキャンすることでクロノストリングを制御するヘイロー、そのスキャンの流れをほんの一瞬逆流させただけですよ。逆流ですって？つまりヘイロー側からパイロットの脳にバックファイヤーを起こさせたということね。はい、そういうことです。みんなしっかりしろ。みんなご安心ください。逆流はごく一瞬のこと。あなた方の技術であっても適切な措置を取れば蘇生できるでしょう。さて、これでお分かりでしょう。あなた方の脆弱な技術など私どもの足元にも及ばないものだということがおとなしく私の申し出を受け入れていればこちらの世界に来ることもできたはず。本当に残念ですよ。リリーさん、返事をしてください。リリーさん。ですが
計画の支障になるイレギュラーは決しておかねばなりません。それが野放しにできない力を持ったイレギュラーならなおさらのこと。和也、危ない！まずは和也白波、あなたから消えていただきましょう。和也！愚かなる劣等文明の戦士たちよ、散りなさい。和也、分離しろ！とっさに紋章機を切り離してかわしましたか。リリーさん、目を覚ましてください！リリーさん！ナッツミルク艦長、もう一度デュアルクロノブレイクキャノンを。分かってるわ。でも破損箇所の修理にまだ時間が。悪あがきはおよしなさい。私も忙しい。あなた方に代わって神を継いでくれるものをまた探し直さなくてはならないのですからね。ダメだ、水耕がもう持たない。ロゼル、すまない。ブレイブハートはもう。ああ、分かってる。状況は絶望的みたいだ。どうやらデュアルクロノブレイクキャノンすぐには発射できないらしい。僕ら2人だけで他のみんなを守りながらあいつと戦うことができないだ。悔しいけどここでチェックメイトだな。ようやくご理解いただけましたか。では目をつぶりおとなしくなさい。動かなければ一発で消して差し上げます。みんな目を覚ますんだ！みんな！おやおや、和也白波、あなたはまだ抵抗するおつもりですか。なんという愚かな。一時でもあなたを神に据えようとした私が間違いでしたよ。ロゼル、頼む！せめてみんなをルクシオールへ運んでくれ！この状況でそれは不可能だよ。そんな、ロゼル！それにその必要もない。は？和也、ここからできるだけ離れるんだ。ロゼル、何をするつもりだ？和也、君は必ずリリーを守るんだ。いいね。ロゼル、何をする気だ？おい、ロゼル！何をするかと思えば特攻ですか。なんと原始的な。
ロゼルの犠牲で僕たちは救われた。そしてモルデン先生の治療によりエンジェルたちも皆無事に意識を取り戻した。僕たちは元来た道を逆にたどり、無限回廊を脱出、ノイエへと帰ることができた。戻った僕たちを待っていたのはセルダール軍、マジーク軍、それに停戦調停を進めていたアライアンス軍による出迎えだった。ルクシオールは戦いで受けた傷を治すため、当面の間セントラルグローブに停泊することになった。それから半月、無限回廊への入り口はその後自然に塞がってしまい、新たな調査隊を派遣することはできなくなった。そして今、全宇宙は英雄ロゼルを称える声であふれている。2階級特進ロゼル・マティウス隊。僕たちの心は晴れなかったけど、でもその心の傷を癒す出来事も少しだけあったんだ。よし、こっちの走行は問題ねえ。そっちはどうだ？もうちょいかかりそうや。先にシリンダーの点検始めてな。よし、野郎ども、ちゃっちゃと取り掛かるぞ。班長！あん？おお、和也か。どうした？リリーさん見てません？おお、そういやさっき見かけたな。リリーはんならイーグルゲーザーの前にずっと立ったままやで。そっか。ああ。和也、ちょっと行ってこい。はい。リリーさん。和也か。どうした？いえ、どうしたというわけでも。リリーさんこそこんなところでどうしたんですか？私も別にな。いや、正直に言おう。己の不甲斐なさを嘆いていたのだ。ロゼルのことですか？ああ。あの時私は気絶し、何の役にも立たなかった。マティウス大尉の最後を見とることすらできなかったのだ。悔やんでも悔やみきれん。でもそれはリリーさんの責任じゃないです。分かっている。だがこれは理屈ではないのだ。とめどなく湧き上がる自責の念。騎士として何もできなかったことが耐え難い。リリーさん。和也。はい。マティウス大尉の最後の言葉、あれは間違いないのだな。あ、ええ。突入する直前、ロゼルは僕にはっきりと言いました。必ずリリーを守るんだって。最後に私を名指した。ええ。そうか。ロゼルはどうしてそう言ったのか。単にリリーさんが僕の恋人だからか。それともロゼルはひょっとして。マティウス大尉は何を思い散っていったのだろうな。僕には分かりません。辛いな。はい。だがこれだけは言える。マティウス大尉は無念のままに散ったわけではない。あの場で我々を救えるのが自分だけだったから。それしか方法がなかったから飛び込むことを選んだのだ。だから我々は彼の行為を悲しむのではなく認めなくてはならない。そう思わなければいけないのだろうな。はい。でもロゼルはリリーさんに無理してほしいとは思わないんじゃないでしょうか。
どういう意味だ？リリーさん、さっきから絶対に我慢してます。何をだ？まるで声を出さずに涙も流さずに泣いているみたいです。泣きたいなら大声で泣けばいい。我慢する必要はない。僕だったらそう思います。そうか。泣いてはいけない。泣いてしまっては大尉の行動を否定してしまう。そう思って耐えていた。そうだったんですか。実はな、和也、私は大尉の殉職を聞いてから一度も涙を流していないのだ。珍しいですね。涙もろいのに。そうだな。リリーさん。泣くぞ、和也。お前だったら泣いてもいいと思うのだろう。ええ、思います。ではなく、今一度だけ泣く。はい、思いっきり泣いてください。もっとです。どうです？すっきりしました？ああ、オーケーだ。もう泣くまい。お前はいいと言ってくれたがな。それでも泣いてばかりいては嫌われてしまいそうだ。嫌うもんですか。僕の前では我慢なんかしないでください。楽しいことも悲しいこともリリーさんと分かち合っていきたいです。和也。リリーさん。クロアにコロネ、久しぶりだね。どう調子は？この声はマイヤーズ長官。やあ、和也にリリーいらしてたんですね。ああ、せっかくルクシオールがセントラルグローブに停泊してるんだ。ここで美味しいお茶を飲みに来なきゃ嘘だろ。長官としての業務は大丈夫なのか？俺はレスターに本当に感謝している。そうですか。相変わらずのようだな。いやいや、まあそれはそれとして本当はちゃんと用事があるんだ。2つね。1つは今回の件で君たちにお礼を言おうと思ってね。お礼？ああよくぞ戻ってくれた。ありがとう。いやいや、礼を言われるようなことではない。いや、抗うことのできない要求だったとはいえ、君たちだけを無限回廊に飛び込ませるのは正直忍びなかった。本当によかったよ、戻ってきてくれて。長官。だが私はこれで終わったとは思えない。はい、僕もそう思います。ああ、そうだな。俺もそう思う。報告書を読む限りでは敵にはまだまだ謎が多い。オーブの計画というパルフェの言葉、そのパルフェが所属してたと思われるウィルという組織、今後第2第3のパルフェが現れる可能性は決して否定できない。でもまあそんなことを今気にしててもしょうがないさね。ええ。無限回廊のことはノアが解析を進めてくれている。ノアさんが？なあ、随分と熱心に取り組んでるよ。また攻めてきても今回のようにはいかない。いや、させないさ。だろ？はい、もちろんです。よし、いい返事だ。
いい返事ついでにいいニュースを教えよいいニュース？う。これを知らせに来たっていうのが2つ目の用事でね。ふむ、それでどんな内容なのだ？驚くがいい。じゃじゃーん！ UPW 長官タクトマイヤーズはついに2人目のゲートキーパーを見つけたことをここに発表します。おお、苦節3年、やっと見つけたんだよ。長かったな。やりましたね長官。いや、まあ厳密には千歳が見つけたんだけどね。ありゃとにかくさ、これでゲートキーパーは2人交代制にシフトできるようになったわけ。ミルフィーさんもかなり自由になりますね。そういうこと。さっきリコにも知らせてきたんだけど、そりゃあもうね。泣いちゃったんじゃないですか。あ、滝のようだったよ。桜庭少尉の嬉し泣きが目に浮かぶ。でも本当に2人目が見つかってよかったですね。ああ、今回のデータを元にすることで適合者の捜索はかなり効率アップするはずだ。これからはもっと速いペースで見つけられるかもしれないよ。なんで焼きに景気良さそうじゃねえか。いいニュースでもあったん？ええ、2人目のゲートキーパーが見つかったんですよ。ほんま？ゲートキーパー？なんでそりゃ。少尉班長、そんなことも知らんのかいな。なんでいけねえのか。ああ、まあええわ。後で教えたるさかいちょい待っとき。それよりカズヤ、こんな時はあるやろ。あれ？ああ、あれだな。ビリーさん？でーつパーティー！あは、なるほど。ここんとこ館内がドヨーンとしとるからな。パーッと騒いで明るくいこか。なんでそんなにめでてえことなのか。そういうことや。班長も気合い入れとき。おおよ、祭りなら任せとけ。よーし、俺もなんだか気合が入ってきたぞ。ね、長官もいらっしゃるんですか？なんだよ冷たいな。俺が言っちゃいけないの？いや、来るのは構わないと思うが、長官としての仕事はどうするのだ？俺はレスターに本当に感謝している。クールダラス補佐官、出張を差しいたします。なあなあなあ、このパーティーもち長官班のおごりやろ。おっと、そうきたか。まあいいけどね。よっしゃー、飲むでー、食うでさすが太っ腹だな。任せなさい。おーしー、野郎ども、食って食いまくんぞ。いやー、長官さんよ、全員で世話になっちまうなんてすまねえな。あ、いや、その。おい野郎ども、ありがたく思えよ。では我々もパーティーの準備に入るとしよう。エンジェル隊はもちろん他の部署にも連絡を入れなくてはな。こうなりゃやけだ。どんとこい。よーし、それじゃあ僕も気合い入れてケーキを焼いちゃおっかな。お、いいね。オーケーだ。新しいゲートキーパーの発見に無限回廊の研究、それはまだ始まったばかり。でも僕たちは一歩一歩歩き続ける。今まで通り、そしてこれからも。
ロゼル、君が守り抜いたものがどうなっていくのか、それは誰にもわからないけど、間違いなく自らの意志と力で歩み続けるよ。だから見守っていてくれ、ロゼル。「
まったく我々の承認も得ずにイレギュラーと決めつけて排除するなんて、パルフェのやつ独断が過ぎるだろう。デバイスとして失敗作だったわね。この計画を任せるべきじゃなかった。ああ、おまけに無限回路への扉も開きっぱなし。我々が後で閉じておいたものの、これだって規定に違反する行為だ。だけどそのパルフェはエンジェル隊が倒してくれた。粛清をする手間は省けたじゃない。確かにそれもそうだね。いなくなった出来損ないのことをいつまでも愚痴っていても仕方ない。パルフェのことはもう忘れよう。ええ、今大事なのはこの人間。これはいい拾い物だったわ。そうだね、優れた器になりそうだ。それじゃあ始めようか。そうね、始めましょう。オーブのプログラムを